さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、なんとスコップチョコケーキ、こちらご紹介したいと思います。最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。これ全卵とグラニュー糖、小さいのが牛乳とココア、薄力粉、あとですね、バナナとグラニュー糖、で、チョコレートと水飴、生クリーム、これで作っていきます。はい、これまず型なんですけど、これ耐熱って書いてあるグラタン皿なんですけど、これ100円ショップで、100円じゃないんですけど、100円ショップで売ってるやつですね。それに、紙を引いて、これ紙何でもいいです。ちょっとこう切ってるだけなんですけど、サイズは自由に紙を引いといて、これで型は準備しておいてください。はい、最初にクリーム作るんですけど、ちょっと寝かせとく必要があるので、先に作っていきます。これチョコレートと今、水飴が入ってます。で、これ水飴ってこういう容器に測るとちょっとベタベタしちゃうので、こういうチョコレートとかの上に乗せて測るのが結構おすすめです。で、ここに生クリームを加えて、残りは泡立てたりもするので、で、これでラップをして600ワットのレンジで溶けるまで加熱したいと思います。はい、これ温めて完全に溶けたかちょっと確認します。これ泡立て器で真ん中からこうやってしっかり混ぜていってください。で、今回の使っているチョコレートも植物油脂とかが入ってないので、できれば入ってないものでやってください。はい、完全に溶けた状態です。で、残りの生クリームなんですけど、一部この後バナナに少し使うので、ちょっとだけ避けて、それ以外冷たい状態のものを一気に加えちゃいます。で、ここでもしっかり混ぜて、で、この後から入れた生クリームによってもうちょっとあったかかったと思うんですけど、後から入れた方が生クリーム冷たいので、少しこれで今温度を下げてる状態ですね。で、この状態まで来たらラップをして冷蔵庫で30分から2時間ぐらいですね、できれば冷やしておいてください。はい、この後キャラメルバナナ作っていくんですけど、材料ここに準備してあります。まずフライパン火をつけて、中火ぐらいでいいと思います。で、お砂糖ですね、バッと全部入れて、こうやって薄めに広げておきます。で、ちょっとずつこうキャラメル化してくるので、その間にバナナを切っていきます。これ皆さん全然そんなサイズ感気にしなくていいんだけど、ちょっとこうやって大きい方が火が入ってちっちゃくなるので、食べ応えがあって美味しくできると思います。そんな気にすることなくていいんですけど、ガンガンこんなぐらいで切ってってください。はい、これちょっと煙が出てきて、ちょっとこうプツプツしてきたら、生クリームちょっとずつ注ぎます。そしたらここにバナナを一気に加えていきます。今火はね中火ぐらいです。ちょっとバナナが入ると温度が下がるんですけど、このまま中火でこうキャラメルを絡めるように火を入れてってください。はい、これ火を止めました。今ちょっとねとろっとしてくるような感じで、なんかねバナナの角がちょっと丸くなってきてます。そしたら火を止めて、でもしお酒好きだったらここでラム酒とか入れてもすごく美味しいと思います。はい、そしたらこれ火を上げて、バットとかお皿とかでもいいと思うんですけど、冷ましたいので平らにしてください。で、この残ったキャラメル部分も美味しいので中に入れて使っていきます。はい、これで涼しいところに置いといてください。はい、これまず材料の粉なんですけど、必ずお菓子作りをする場合はこういう粉類はふるってください。これ薄力粉ですね。こうやってふるってあげます。で、必ずこういったダマみたいのができるんですよ。そしたらこれもう手で押しちゃっていいので、もう完全にふるってあげることで失敗がなくなると思います。このダマが焼いた時のダマになっちゃったりするので、必ずふるっといてください。これで準備しておきます。はい、通常スポンジだとバターとか入れると思うんですけど、今回ココアとこれ牛乳ですね、これを事前に混ぜて、でこれを少しバターと同じように温めます。でバターで作らない理由は、今回冷蔵庫に入れた状態をこうスプーンでこうすくって食べるお菓子なので、バターを入れるとちょっと硬くなっちゃうんですね。なのでバターを入れずにココアと牛乳で
その油分の部分を作って中のスポンジをしっとりさせたいと思います。これラップして30秒レンジかけておきます。はい、その後なんですけど、卵ですね。卵今回1個分でやってます。で、別立てっていう卵黄と卵白を分けて泡立てる方法を使うので、こちら卵白ですね。卵白はメレンゲにするので少し大きめのボウルに入れてください。で、卵黄でお砂糖、よくメレンゲ砂糖何回かに分けてって言うんですけど、そんなの気にせずこれ全部一気に入れちゃってください。その方がしっとりとしたメレンゲができます。で、ちょっとなじませてしっかり泡立てていきます。はい、泡立ちました。これね、砂糖を最初から全部入れてるので見てください。もうツヤッツヤで傾けても動かないぐらいしっかり泡立ってます。こうやって動かしても大丈夫です。これぐらいしっかり泡立ててください。はい、じゃあメレンゲと卵黄とあと小麦粉ですね。これどんどん合わせていきます。で、合わせるときは皆さんゴムベラを使ってください。まず卵黄入れます。見てください。これ全然しっかり泡立ってるんで卵黄が混ざってない状態ですね。これをこうやって別に混ぜてもいいんですけど、こうやって下をこう下から上ってこうすくうように混ぜてください。簡単に混ざると思います。そしたらここにふるっておいた粉ですね。これ一気に加えちゃいます。はい、これ混ぜていきます。これもゴムベラで真ん中から底をすくうように混ぜてってください。で、混ぜすぎたらスポンジがしぼんじゃうとか全然ないので、混ざってない方がしぼんじゃいますので必ずしっかり混ぜてください。周りも取って、はい、これぐらい今しっかりとした状態ですね。そしたら温めといたココアの液体ですね、あれを混ぜていきます。はい、これ今温めといた牛乳とココアなんですけど、しっかり混ぜてもらって、でこれちょっと液体なんですね、シャバシャバの。でこれを直接こっちに入れちゃうと液体が沈んじゃうので、このふんわりしてるやつを一旦こっちに一部入れて、こんなでここで少し混ぜちゃうんです。皆さんも泡立て器はもういらないです。そしたらこのベースがしっかりとろみがついてきたのでこっちに入れます。これ見てください。全然しぼんだりしないので、今2色ですよね。これが混ざりきるまで下から上って言って混ぜてってください。はい、これで生地は OK です。型に流していきます。はい、生地を型に流していきます。これオーブンを170度予熱で160度1度10度下げて焼く理由なんですけど、皆さんオーブン開けるときに温度が下がっちゃうんですね。なので10度高めにセットすることによって焼き始めがしっかり焼きたい温度になります。これ他のお菓子作りも一緒なんでそうやってやってみてください。ではこれ焼いていきます。さあ焼けました。ふわっとしていい感じです。はい、これ休ましといたクリームなんですけど、少しちょっとこうとろっとした感じになってきます。そしたら、中速ぐらいで絞ったりとか塗れるぐらいの硬さまで泡立てていきます。これぐらいですね。しっかり滑らかに泡立つのでこれを使って仕上げていきます。はい、これ焼き上がった生地なんですけど、ちょっとね半分にスライスしようと思います。これ同じ高さのバーを置いて、でスポンジを真ん中から切っていきます。別に切らなくてもいいんですけど、今日はちょっとこれを2枚にスライスして仕上げる方法でやっていきます。この2枚で仕上げていきます。はい、じゃあこの容器に組み上げていきたいと思います。これ焼いたやつと一緒のやつをしっかり冷ましてから組んでいってください。まずスポンジですね、これ下に入れます。これバターが入ってないのでもうずっとふわふわです。
ここにさっき泡立てたクリームを絞っていきます。はい、そしたらバナナですね。さっきソテーしたやつ、もうめちゃくちゃ美味しそうになってます。これ入れていきます。でキャラメルに生クリーム入れたんですけど、生クリーム入れることによってこれ口の中に入れた時にすごいとろけるキャラメルをまとったバナナができるのでおすすめです。実際この中に入れるやつは何でもいいんですけど、今回はバナナにしました。はい、入りました。いい感じですね。この上にもクリームちょっと薄く絞っていきます。はい、ここからちょっと2位のデコレーションなんですけど、ちょっと使ってた材料ですね。ココアでちょっと表面仕上げていきます。これあと材料のチョコレートをちょっと溶かしただけです。これもかけていきます。で余ったチョコレートですね、ちょっと削ったやつを少しだけ。はい、できました。見てください、美味しそうですよ。これでチョコレートケーキ完成です。いや、うまそうすぎますよこれ。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。これ見てください、めちゃくちゃ美味しそうですよ。もうチョコレート好きだったらもうね最高だと思う。これマジうまい、マジうまいですこれ。さあこれポイントの3ですね。これ今回バナナ入れたんですけど、もう皆さん見ていただいて分かる通りバナナじゃなくても全然大丈夫です。でキャラメルにする必要もないんですけど、やっぱねキャラメルとチョコレートとバナナって相性としてはもう最高なんですよ。なのでちょっとキャラメルの力とかお伝えしたかったんで今回紹介してます。あと上にチョコレートとかやったじゃないですか。でこれ今冷やすと結構パリッとしてこの食感結構いいと思います。なのでちょっと2位で紹介したデザインなんですけど、これもできたらぜひやってみてください。あと最後1点だけ、今回使ったのミルクチョコレートなんですけど、これって植物油脂が入らないミルクチョコレートを使ってます。で正直別に植物油脂が入ったやつでもいいんですけど、仕上がりのこのね硬さが変わってきたんですよ、クリームの。これ今結構すくってもちゃんとこう形を保ってるんですけど、これはチョコレートによって硬さが変わってくるので、概要欄におすすめ書いてあるのでなるべくそちらを使ってやってみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さようなら。